異質なものがあります。あれですかね。僕は今台湾中部の町彰化市に来ています。今回の動画は地図には存在しているものの法的には存在していないとされる三清三元宮に行きます。そこはのどかな田園風景の中に突如死んだサンゴと貝殻が敷き詰められた異様な建築があるっていうことなんですけど、この前行った貝殻廟とはちょっと様子の違う、もっと泥臭い人間臭い建築だそうです。そしてさらに奇妙なのが、それが養殖場、魚の養殖場とかと合体しているということです。なぜそれほど偏僻な場所にその異様な建築が存在するのかっていうところと、そして違法な建築だという疑いがあるその建物なんですけど、その裏にあるとある夢とそれを支え続けた女性の物語に迫りたいと思います。それじゃあ早速向かいます。ここからだいたい1時間ほどかかるみたいです。ここからさらにバスを乗り換えて向かいます。バスの時間をよくよく見てみたら1時間に1本しかないようなバスだったので、次の発車がまだあと1時間ぐらいあって、ちょうど僕が着いた時にもう出ちゃってたみたいなんで、もう歩いて行きます。だいたい30分以上ぐらいかかるそうです。おー、すごい生肉と魚の匂い。普段割と運動はしている方なんですが、さすがに重いバックパックを背負って連日歩いていると足の付け根あたりが痛くなってきました。のどかな田園風景なんですが、あそこにちょっと異質なものがあります。あれですかね。ようやく見えてきた。気づけばもう周囲に全然人も車もバイクもいない状況になってました。おお、これか。はあ。この風景の中に明らかに異質なものがあるというのはもう言うまでもないです。早速中に入ります。どこが入り口なのか。ここかな。すでにおびただしい数の貝殻、そしてサンゴが見えています。非常に独特な世界観です。どこを見てもその全てに貝殻やらサンゴやらが埋め込まれていて、圧倒的な狂気性を感じます。
これだけのサンゴとか貝を敷き詰めるのにどれだけの労力と時間がかかったのでしょうか。計り知れないです。この貝殻廟を建てたホアン・チーチュンさんという方はかなり農村の貧しい家で生まれたそうで、兵役後に故郷に帰った後に魚の養殖業を営んでいたんですけど、その時に夢の中で貝殻と石でできた廟を建てなさいっていう神のお告げを受けて、それを一生の使命としてこの貝殻廟を建てたそうです。で、彼はかなり貧しかったってこともあって、学校も小学校1年生で、退学しているというか、中退しているので、当然建築教育など受けていなかったんですけど、包丁職人として10代の頃働いていたので、その時に培った技術でワイヤーでセメントを固めて、そこに貝殻を固定するっていう独自の工法でこれを建てたそうです。奥さんは当初この貝殻廟の建設に猛反対していたそうなんですけど、当然お金にもならないですしね。ただあまりにもそのホアン・チーチュンさんの熱意が強くて、最終的には折れて一緒に貝殻を集めてこの建設を手伝っていたそうです。そしてこの貝殻廟の何が違法なのかというと、実はこの土地は法律上の農地とか養殖地に分類されるそうで、台湾では農地に宗教施設を建てるっていうことは認められていなくて、正規の持病登記ができないそうです。でも地域振興の場として定着しているので、行政は撤去も認可もしない、黙認みたいな状態が続いているそうです。この前行った台湾北部の貝殻廟は、あれは組織によって運営されてましたけど、ここに関してはその正規の教育を受けてない、ある種アウトサイダーな個人が作った建築物のように感じます。これが奥さんのお墓です。その当初建設に反対していた奥さんが結果今ここに眠っているというところにすごく意味深いものを感じます。最終的に法律には認められなかったけど、奥さんだけは認めてくれたんだと思います。ネットには情報は載ってなかったんですが、ホアンさんがまだご存命ですごくちょっと嬉しい気持ちになりました。天井までもしっかりと貝が敷き詰められています。すごいな、本当に。この竜もよく見るとちょっと集合体恐怖症の方には鳥肌ものの貝が敷き詰められています。若干古い磯の香りがするのと、経年劣化かそれとも線香の煙でかはわからないですが、少し貝が黄ばんでいるので、その時の流れを感じます。それにしても本当に凄まじい量の数だな。すごいわ。一見なんか花飾りかなと思ったんですが、近づいてよく見てみると全て貝殻で再現されています。彼はかなり近隣住民から変わり者扱いされて、当初は奥さんの理解も得られなかったわけですけど、それでも自分の信じたものを一つ一つ積み上げていったっていう、そのエネルギーの強さみたいなものがあそこに反映されてる気がしましたね。それもそれでいいものですけど、洗練されたビルよりもものすごいエネルギーを感じる、そんな場所でした。